グデイカズでございます。今日はですね、多分多くの皆さんがお待ちかねであろう、ジャミーのねレビューの続きをやっていきたいなと思います。でジャミーのレビューをする前に、僕がこのジャミーのレビューをする、ポイントをまず簡単にご説明させていただきたいなと思います。ジャミーなんですけども、目的、欲しい人っていうのが多分2種類に分かれると思います。まず一つが、例えば作曲を、パソコンとか Mac とかでされる方、DAW とか DAW とか DAW とか、言ったりしますけども、それの打ち込み、MIDI とか言ったりするのかな。それの、入力デバイスとして、ジャミーを使いたい方、ギターの形の入力デバイスとして、使いたい方がいると思います。それが一つジャミーの使い方です。ミディコントローラーっていうのかな。で2つ目の、使い方、多分大半の人がそうかもしれませんけど、ポータブル、ギターとして、ジャミーを使いたいという方がいると思います。どこでも弾ける、どこにでも持っていけてヘッドホンで気軽に、音が演奏できる、あわよくばライブとかでも使いたいみたいな方もいると思います。で僕がレビューするのは、この2つ目のポータブルギターとしての、ジャミーの、レビューになりますので、そこのところご了承いただければと思います。僕はちょっとミディコントローラーとしてはジャミー使ってないので、ちょっとそこのところ分かんないのでご了承ください。あくまでポータブルギターとしての、評価とさせていただきます。で、このねジャミーなんですけど、ご存知、スマートギター、ポータブルギター、デジタルギターっていうような、ジャンルでして、普通のアコースティックギターとかエレクトリックギターとは全く、全然別のものと、見ていただいた方が僕はいいかなと思います。チューニングがアプリで、設定ができて、チューニングの必要がない、どこでも気軽に弾ける。しかもこれこのジャミーですね、分けると分解することができると。で分解して、リュックサックとかに入れて持ち運びができるっていう、画期的な、デバイスなわけです。ということで、持ち運びはすげえ便利な、分解もできて、しかも軽い。これね 1.2 キロぐらいなんですね。なので旅行先に持っていくにはすごくいいデバイスなんですね。じゃあお話というか興味があるのは、ギターとしてどうなのっていう風なイメージがあると思うんです。ギターとしてジャミーを見た場合、評価はものすごくいまいちです。はい。もしかしたらスマートギターっていう、ジャンルなので、いわゆるアコースティックギターとかエレキギターと同じものとして評価するのは間違ってるのかもしれないです。なので、あくまでスマートデバイスとして見るべきものなのかもしれないですね。で一番、僕がこのジャミーにギターとして何が一番不満を持っているかっていうと、ピッキングした時の音が安定しないんですよ。ではちょっとジャミーで、ストロークでちょっと簡単なコード進行で弾いてみたいと思います。次はフィンガーピッキングでちょっと弾いてみたいと思います。はい、簡単なねフィンガーピッキングとストロークでちょっと弾いてみたんですけども、実際に聞かれてみてどうだったでしょう。もしかしたら今スピーカーアンプから音出してるんで、もしかしたらカメラ通してだとあんまりこうなんていうのかな、
そんなにおかしくないっていう風に聞こえたかもしれないです。でもね、弾いてる側からしたらねすごい違和感があるんですよ。そんなに強く弾いてないのに音がドーンって出たりとか、あとは逆に弱く弾いてるのに逆か、強く弾いてないのに音が強く出たりとか、あと逆に音普通に弾いてるのにものすごく弱く出たりとか、あと変にこもったりとかする時があるんですね。なので今ねこう音聞こえない時あったの分かりました？ちゃんと6弦ずっと、G の音弾いて強さ変えてないのに音がねこう強弱がこう勝手にこうなんていうのかな、強弱が勝手についたりするのがすごいなんて言うんでしょう、なんかね弾いててねすごい気持ち悪いんですよ。でねこう左のセンサーさっきもちょっとお話ししたんですけどね、こうジャミーってこうパカって分かれるじゃないですか。だからこう左と右のセンサーがこう独立してるんですね。このピッキングする方のセンサーとこう、指板指を押さえる方のセンサーが独立してるんで、なんでこっちで例えばこの、弦を押さえてこっちを弾いたらこの音が出るっていうのはものすごくテクノロジー的には素晴らしいんですけど、だから逆に言うと普通のギターみたいにはいかないのかなっていう気はします。すごく複雑な処理をしてると思うんですね。だから逆にそこがまだちょっとプロトタイプの域出てないのかなって思うところです。でもう一つ僕が、そもそもピッキングが安定してないっていうのもそうなんですけど、他にねこのミュートとか、ハンマリングとかスライドもすごいやっぱ同じく安定しないわけなんですよ。例えばハンマリング、やってみましょうか。1フレットの2弦押さえてハンマリング、音死んじゃうでしょ。今鳴った。他の弦やいこうかな。じゃあ、1弦の1フレット鳴る時と鳴らない時があるわけです。で、あとスライドね、スライドも、1弦の1フレから3フレ死んだ。ってな感じでですね、鳴る時に鳴らない時がすごいもちろん弾き方にもよるかとは思うんですけど、普通にギター弾く感じで弾くと鳴ったり鳴らなかったり音強く出過ぎたり弱く出ちゃったりするんでめちゃめちゃ安定しないんで、普段ギター弾く人からしたら多分ストレスすごい溜まると思います、残念ながら。であとミュートもね安定しなくて、今ねこうタッピングが働いちゃったんですよ。あんまり強く押さえると今こうやって押さえても鳴らないんですけどね、こういう風になったりするわけですよ。なので、複雑な動きはなかなかこう今のこのジャミーのセンサーでは本当のギターみたいに、音を奏でることはちょっと難しいのかなと思います。僕がちょっと今お話しした、ジャミーのこのセンシティビティ、センサーの感度の話ですね。センサーの感度なんですけど、アプリでコントロールすることができます。ジャミーのアプリでね、スマホ用のアプリでコントロールすることができるんですけども、このアプリがねまたねすごい使いにくいんですよ。実際にアプリの様子をちょっとアプリのね画面をちょっとお見せしたいなと思うんですけども、アプリはですね、ジャミーのこう今アプリが映ってて、左上のこの歯車ボタンの方から、ジャミーのセンシティビティを選定できるんですけど、ジャミーのセンシティビティを押すと、ここでね、ダブルノーツリミットとかピッキングセンシティビティとかシャープライトミューティングセンシティビティとか、ミュートの設定とか、各弦のセンシティビティとか設定できるんですけど、一番僕がストレス抱えてるピッキングのセンシティビティをちょっとタップするとですね、1弦から6弦までセンシティビティが接触できるんですが、これね 8段階で設定できるんですよ。でもちろんセンシティビティを例えば1弦のセンシティビティ、例えば1弦のセンシティビティ上げてみましょうか。今こんな状態ですけど、これ今3の設定になってるんですが、これを例えばマックスにすると
げえ感度良くなるわけですね。ちょっと弾いただけでもめちゃめちゃ音が鳴るみたいな。で試しにセンシティビティを全部1弦から8弦までマックスにしてみて弾いてみたら、さっきのアルペジオどうなるかなんですけど、さっきよりも音はすごい安定するようになりました。ただダイナミックスが全くなくなっちゃうんですよ。音はねすごいフラットに出てくれるんで逆に良くなるんですけど、強弱が全然つけられなくなっちゃって、強く弾こうが弱く弾こうが同じ音しかならない。でこんなことをですね、昔これ10段階でしたからね。でしかもデフォルトのセッティングなくて1回セッティングいじっちゃったらもうどれが初期設定かわからないみたいな。今はワンタッチですデフォルトに戻せます。例えばこの一番上の Restore to Default Settings っていうのをタップすると初期状態に戻ります。なんでこれがいわゆるジャミのデフォルトのセッティングなんですよ。多分これが一番望ましいかなと思うんですけど、これだとさっき弾いたみたいに逆に音鳴ってほしいところで鳴ってなかったりとかするんで、ものすごくなんて言ったらいいのかな。だから自分にベストなセッティングっていうのをすごく探さないといけないんですね。で探しても分かんないじゃないですか、こんなんじゃ。もうそれがすごい難しいです。でもちろんこの弦のセッティングだけじゃなくてタッピングのセンシティビティとかミュートのセッティング、左手のねミュートの感度とか、右手の感度とかも自由にカスタマイズすることができます。逆に言うと自由すぎてわけわかんないんですよ。そうなんです。逆に自由すぎてわけわかんないんで、でもだからデフォルトセッティングっていうのが出ただけでもすごくありがたいなと思うんですけど、いかんせんそのデフォルトセッティングでも安定しない。ちょっとなーって感じです。はい、僕のぼやきです。なので、これね今ファームウェアが何歩だっけ、1.6.11 っていうファームウェアになりました。でこれかなり改善された方です。初めの 1.1.2 の時とかすごくひどかったんで、もっとひどかったんでならないんですよちゃんと。もっとならなくて、でしかも設定できないし、なのでね、1年経ってここまで来た、やっとここまで来れたかなっていう感じなんですけど、やっぱりちょっともうファームウェアソフトウェアの方でどうにかなるのかなっていう気はすごいしてるんですよね。もうハードウェアの方もセンサーやっぱり限界あるんじゃないかなっていう気がしてます。ファームウェアのね改善で確かにセンシティビティすごく良くなるんですけど、1年経ってもやっぱりギターとして弾いたらこんな感じなんで、やっぱりちょっと無理があるかなっていう感じがしますね。っていう感じでございます。てな感じでジャミーのちょっとネガティブなところ、僕が正直に思ってるところズワズワ喋っちゃったわけなんですけども、ジャミーですね、使い方によったら全然使えると思います。ポータブルギターとして。もちろんライブで使うのは絶対おすすめしないです。いっぺん僕の別のね動画で弾き語りをしてる動画を上げたんですけど、ライブで使ったらあんな感じになりますよ。弾き語りとかで使ったら。なので、ね、ショーとかには絶対使えないものだと残念ながら思いますね。それだったらもう絶対普通にアコギとかエレキギター持ってった方が絶対いいです。その方が音は安定して出ますし、ギターなんでねちゃんとね、スマートギターはやっぱりまだライブにはちょっと早いかなっていう感じです。じゃあ逆に何やったらいけるかって話なんですけど、練習用のギター、何が、いいかってちゃんとフレットがついてて弦があって、
しかも弾いたら安定はしないですけどそれなりの音が、ヘッドホン通して聞けるのでそこ音がちゃんと、音の強弱が安定しないっていうところに目をつぶれば、旅先でね旅行先でどうしてもギターが弾きたいっていう時に、ガジェットとして使えなくはないかなと思います。あくまでガジェットですよ。ギターとしてはなくメインの今日のレビューのメインじゃないって言いましたけど、ミディコントローラーとしても使えるんで、練習用のギターとしても使える、ミディコントローラーとしても使える、デバイスだと思えばいいかなっていう気がします。ただやっぱりポータブルギターとして持っていきたいっていう人にとってはやっぱおすすめしないですね。やっぱりねどこまで行っても音がちゃんと出てくれないのがすげえやっぱりギター弾く上ではしんどいです。練習用の音ギターとしてもちゃんと音を出したい人は、サイレントギター、クラシック弦のモデルもあるし、スチール弦のモデルもあるんで、ヤマハとかアリアから出てるサイレントギターがやっぱいいかなと思います。最近だとこういうジャミーみたいにちょっとここら辺に写真出しておきますけど、ジャミーのようにですねネックをパコって外して持ち運べるトラベルギターも、実はアコースティックギターであります。なので、そういったギターの方がやっぱり最終的にストレスかかんないなって思うんで、旅行用のギターとしてはやっぱりリアルギターにはちょっとやっぱ勝てないかなっていう感じがするというのが僕の正直なところです。だいぶネガティブなこと言っちゃったな。でもちょっとやっぱりねちょっとまだいいナイストライかなっていう気はするんですけど、ちょっとまだプロトタイプかなっていう感じがします。ということで、結構ネガティブなことばっかり言っちゃったんですけども、ジャミーのテクノロジー、ジャミーのエンジニアの皆さん、もっと、期待しております。やっぱりこんなすごい発明をねしてくれるテクノロジーはすごく、今後のデジタルギターとしての第1号としては素晴らしいものだと思うので、散々悪口言いましたけど、でもやっぱりねこういう試作品というかその第一歩がなかったら、この分野っていうのを開拓できないと思うので、もっとより良いものを、エンジニアの皆さん作っていただけたらなと思います。ただ現状、僕がこのジャミーを他の人にポータブルギターとして、最終的におすすめできるかって言うたら現状ではおすすめできないっていうことです。それが僕の結論です。じゃあ最後に、エコースティックチャンネルの歌を、歌ってジャミーで弾き語りをして、今日の動画締めたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、チャンネル登録、もしこの動画がね良かったなと思ったら高評価の方も押していただけたらと思います。それでは、ジャミーでエコースティックチャンネルのテーマソング歌いたいなと思います。エコースティックチャンネル